皆さんこんにちは、影ライターのベックスです。今回はですね、ギルティギアストライブダウンロードコンテンツキャラクターのスレイヤー、こちら先行レビューをお届けしたいと思います。今回のメニューがこちらです。スレイヤーはですね、シンプルな技構成が魅力のパワータイプキャラクターとなっています。中段や下段、で崩す技とか、あとはコマンド投げも持っていて、非常に、接近戦での攻めが、面白く強いキャラクターになっております。技性能やね、戦い方などまとめましたんで、ぜひ最後までチェックしてみてください。それではよろしくお願いします。まずはじめにスレイヤーの設定やバトルスタイルについてご紹介します。スレイヤーはギルティギアイグゼクスで初登場したキャラクターで、その後のギルティギアイグザードシリーズなど数多くの作品に参戦しているキャラクターです。吸血鬼の末裔で、バトル戦いは好むものの、命の取り合いとかは嫌うっていう性格で、あとはね、誰にでも紳士的に振る舞うダンディズム、これを信条としています。吸血鬼ゆえに長い年月生きてまして、過去にはザトウやミリアが所属していた暗殺者集団アサシンの創設者であり、あとは主人公のソル、あとはポチョムキンの師匠であるガブリエル、こういった人たちと、喧嘩友達である、あとね、いろんなキャラクターと関わりがある、そんなねキャラクターとなっています。バトルスタイルは己の体を武器に都市空間で戦うスタイルとなっておりまして、それゆえにですね、飛び道具持っておりません。ただその代わりにですね、攻撃の判定は結構優秀なのかなっていうのと、一個一個の技の威力高いんで、その辺りは強みですね。で、あと近距離ではコマンド投げ持ってたりとか、あとはこんなね、下段と中段で仕掛けるなんていうこともできるんで、ティーファイトが強みのキャラクターです。で、あと独自の特徴としては、前ダッシュが一定距離進むステップタイプになってて、相手の近くだとこうね、後ろに回り込む、ここはね、個性の部分ですね。で、過去作品では結構コンボつないだりするのに目押しが必要だったりとかっていうちょっとテクニカルなキャラクターだったんですけど、本作のスレイヤーはね、そんなことなく他のキャラクターと一緒で、操作はね、優しめなのかなっていう印象です。なんで、新規の方でちょっとね、触ってみようかな、サブで触ってみようかな、そんな時にもね、すごい馴染みやすいので、そこは嬉しいポイントかなって思います。ここからはスレイヤーの必殺技一つずつ紹介していきます。まず最初に紹介するのが、前方に突進しながら打撃技繰り出すマッパハンチです。スレイヤーね、今まで知らない人はと思うかもしれないんですけれども、大丈夫です。これね、マッハパンチじゃなくてマッパハンチでなってます。で、この技、パンチ板とキック板がございまして、まずパンチ板は発生が早いです。で、もう一個特徴があって、それがね、隙の少なさなんですよ。これね、今ね、ガードさせて投げ反撃させてるんですけど、密着でね、ガードさせてもなんとね、間に合わないぐらいなんです。ちょっとだけ不利なんですけど、でも反撃受けないっていうのはかなり嬉しいポイントですよね。なんで結構ね、いろんな技からとりあえずでキャンセルして入れちゃって、キャンセルしちゃっていいっていうのは、だいぶね、使いやすさっていうところに、貢献してるいいポイントだと思いますね。キック板は移動距離が伸びてヒット時ダウンするようになります。その代わりにガードされちゃうとね、めり込んじゃうとさすがに反撃は受けちゃうんですけど、ただ離れてると攻撃の持続部分がヒットするとか、触るようになって反撃間に合わないので、この技も使いやすいですね。で、特にスレイヤー離れた距離からの攻撃持たないので、こういった技で近づいていくっていうのはかなりおすすめな使い方だと思います。2つ目紹介していくのがダンディステップですね。これはね、移動技になってまして、移動してる最中にボタンを押すことで、いろんな派生技を出すことができます。で、ダンディステップ自体は前に進むパンチ板と後ろに行ってから前に進むっていうキック板がありまして、パンチ板はですね、相手の近くで使うと前ダッシュみたいにすり抜けます。で、攻撃ができます。で、キック板は後ろに下がりますんで、本来だったらこう反撃を受けちゃうような状態でもうまく使えば空振りさせつつ攻撃ができる、そんなね、性能となっております。で、ここからはダンディステップの派生技紹介していくんですけど、1個目がパンチボタンで出るこの渾身の一撃繰り出すパイルバンカーです。ヒットすると相手は受け身が取れないダウンになりますね。で、ガードされちゃうと
ガードクラッシュにはなるんだけど反撃を受けちゃう、そういった、ね、隙が大きい技になってます。でこの技の進化は画面端にありまして、こうね今攻撃を当てても相手が壁に張り付かないんですが、まっさらな状態からパイルバンカー一発当てると壁に張り付くんです。なんでもう画面端付近まで追い詰めたらなんか当ててパイルバンカー決める。これがねスレイヤーとしては狙っていきたい形なんじゃないかなと思って、非常にね面白いポイントだと思います。2つ目の派生技が K ボタンで出るバンプヘッドって技になります。これですね、立ちガードさせてて、立ちガードができないデナー技になってます。で当たると相手受け身が取れませんので、そのままね置き攻めいくことができます。であと、これねこの技に限らずダンディステップからの、パイルバンカー以外なんですけど隙少ないんですよ。反撃受けづらいです。なんでなんかチャンスだなと思ったら結構ガンガン使っちゃう、そんな使い方がねおすすめだと思います。3つ目の派生技は拳を振り下ろすイッツレイトです。でこの技はしゃがみガードさせてしゃがみガードができない中段攻撃になってます。バンパーヘッドの、対となるんですけれども、バンパーヘッドと比べると威力はちょっと高いです。ただその代わりに相手がすぐ起き上がるダウンになるので、強力な置き攻めをするには厳しいかなっていう状態です。でガードされた時なんですけどガードクラッシュ誘発します。ただねこれも反撃受けないまでも一応ね相手の方が先に動けるような状態になってます。ただ反撃受けないし、距離もまあまあ離れるんで、割と先ほどのバンパーヘッドと一緒で手軽に使っていっていいんじゃないかなと思います。最後4つ目の派生技が HS ボタンで出るマスターズハンマーっていう技です。でこの技威力は高いんですが、相手がしゃがみでも立ちでもガードができる上段技となっております。でこの技の、強いポイント使いどころっていう話なんですけど、まずねガードをさせるとすごいね長い時間相手をガードクラッシュ状態にさせられます。しゃがみ P で反撃させてるんですけど、もうね連続ガード、いろんな技が連続ガードになっちゃうぐらいなんですよ。でおすすめの使い方としてはもうガードさせた後に次のねダンディステップで直接崩しを狙っちゃうっていうのが1個あります。で実は今の連携って投げでこう割り込めるんですけれども、もし相手の投げを読んだとしたらもう1回マスターズハンマーすると、飛び上がるんでね投げ空振りさせつつコンボが決められる、そんな技になってるんで、他の派生技利用したりして奇襲とかアクセントで使うのが、おすすめの使い方なのかなっていう感じですね。続いて紹介する必殺技がコマンド投げのジオス宇宙です。これね名残雪のブラッドサッキングユニバースと、ちょっと似てる技なんですけど、決めると体力がわずかに回復します。で左側のスレイヤー赤黒いねオーラが立ち上ってて自己強化状態に入るんですね。でこの自己強化状態では次に当てる技が必ずカウンターヒットになります。でなおかつこのカウンターヒットっていうのがタッチ HS とか当てた時の大カウンターになってまして、普段だとタッチ P とかカウンターヒットさせてもあまり次の技につながらなかったりするんですけど、このユニバースのカウンターからはこうねつながると。なんでどんな技が当たっても結構ね大きなリターンが望める。相手からしたらねかなり脅威だと思うんですよ。この強化状態ではかなりプレイヤー側が動きやすい状態になると思いますので、狙えるチャンスがあったら果敢に狙っていく、そんなのがいいと思いますね。最後に紹介する必殺技がハンド・オブ・ドゥームって技になってまして、この技は面白くてバックステップ中に打てる技になってます。バックステップの途中でいきなり突進して攻撃します。過去作のスレイヤーってバックステップの途中でジャンプしたりバックステップからマッパハンチ打ったりとかっていうのができる強みがあったんですけど、今回はこのハンド・オブ・ドゥームに置き換わっているってとこなんですね。で使いどころなんですけど、立ち回りでガンガン使うってよりかは相手の行動を読んで使うのが効果的な印象です。こうやってね投げを仕掛けるシチュエーションがあったとするじゃないですか。
で相手もそれを読んで、じゃあ投げ抜けしていきます。こういったのがあった時にハンド・オブ・ドゥーム使うことでカウンターヒットさせつつコンボが狙えるなんて感じなんですね。ちょっとね、その読みで打つっていうので、そうセンスというか使いどころ選ぶ印象はあるんですけど、その分ね、どういったところで使うのかなっていうのはプレイヤー次第、結構ね面白い技だと思いますので、ぜひ皆さんも自分なりのハンド・オブ・ドゥームの使い方見つけてみてください。はい、ここからは覚醒必殺技の紹介ですね。まず1つ目が超高速で突進するスーパーマップハンチです。この技ですね、出かかりから無敵時間ありますので、相手の攻めの連携の切り返しとして重宝します。でもう1個面白いのが、普通にヒットさせると、1ヒットで、これぐらい回の体力ね見てもらうと分かるんですけれども、特定の距離から当てるとなんとね2ヒットしてとんでもない力になります。で試した感じ、シビアながらコンボでも2ヒット狙えるみたいなんで、ぜひね皆さんこれね、この2ヒットが安定するコンボルートとか見つけられたらすごい強力だと思うんで、ぜひ皆さんにも探してみてほしいポイントですね。続いて紹介する覚醒必殺技がラストホライズンです。相手に突進して吸血して若返って渾身の一撃を決めるっていう、めちゃくちゃダメージ高いです。ただその代わりに左下テンションゲージ見てもらうと分かるんですけれども 100% 消費します。でこの技ですね、先ほどのスーパーマップハンチと違って残念ながら無敵時間とかはありません。ただですね、突進部分打撃技になってまして、コンボにつなぐこともできます。非常に威力が高い技なんで、決めどころもしねあったら一発逆転できますんで使っていきたいですよね。そんなね超威力のラストホライズン、チップに決めるとどうなるか皆さん気になるんじゃないでしょうか。素でね当てた時のダメージをお見せします。コンボでね決めた時とかはぜひね皆さん自分自身の手で試して確認してみてください。はい、技紹介の後はですね、実戦に向けて実際にスレイヤーどんな使い方したらいいのっていう戦い方ご紹介していきます。でここではこの試合開始位置付近、こういった距離での戦い方、俗に言う立ち回りっていう部分と、プレイヤーが自分から近づいていって、ガードを崩す、その攻めですね、こちら2ポイント分けて紹介していきます。でまず立ち回りなんですけど、こういった距離で使いやすいのは 8K とエントリー S なんじゃないかなと思ってます。でポイントになるのが特に 8K からなんですけど、ヒットやガード問わずに最初はね毎回パンチ版のマップハンチにつなぐのがおすすめです。ガードされてもほとんどねリスクがないので、とりあえずでキャンセルしちゃっていいと思います。で遠距離 S もそれでいいんですけど、この技2段技で結構ゆっくりでもタッチ HS につながるので、タッチ HS までつなげてヒットしてたらキック版のマップハンチで、もしガードされちゃってたらパンチ版のマップハンチにするみたいな使い方ができるといいですね。で画面端まで追い詰めていってテンションゲージがあったらスーパーマップハンチでウォールブレイクでまとまった体力奪う、こういった戦い方がね最初シンプルでいいんじゃないのかなと思います。で、ここにちょっとね相手の動きも想定しつつバリエーションつけていくんですけど、まずね相手がこう地上からねゴリゴリ来る、横でねゴリゴリ来るスレイに対して嫌だなと思って、こうジャンプを混ぜてくる場合なんですけど、こういった時にはねレバー前に入れながらの HS、 このね回し蹴りが打点が高くておすすめです。でこれもキャンセル効くんで、こうねパンチ版のマップハンチにつないどく、当たれば当然コンボになりますし、ガードされてもリスクないよっていうで単発で使うのもいいですし、タッチ系とかあとしゃがみ系からガトリングコンビネーションでも使えるので、こういった感じでねバリエーションつけていくと相手もなかなかジャンプで逃げにくくなるんじゃないのかな。でもう一つがこう逃げるんじゃなくて、相手からこうやってね近づいてくるスレイヤーを迎撃しようとしてくる場合なんですけど、こういった場合にはですねこのしゃがみ HS がおすすめです。
しゃがみ HS ね、リーチが長くてスレイヤーが自分から踏み込まないんで、こういったね相手の迎撃する技、置き技に結構勝ちやすいです。でヒットした時はカウンターで今みたいにコンボにつながるので結構いいんじゃないのかなと。整理していくと、タチ系、遠距離エース、ここら辺が軸になるのかなと。でパンチ版マッパハンチにつなぎつつ、バリエーションとして、HS とか、あとはこのしゃがみ HS を使っていく、これぐらいがね最初はいいんじゃないのかなと思いますね。続いて攻めの話ですね。まず崩しなんですけれども、このパンチ版ダンディステップからのワンパヘッドとイッツレイト、このね2択が最初はシンプルで強いんじゃないのかなと思います。ただこれダンディステップって予備動作が入るんで、立ち回りで闇雲に使ってもちょっと迎撃されやすいんですよね。なんで通りやすいポイントっていうのを自分なりに作るのがいいと思ってて、1個紹介します。それが今回はパンチ版マッパハンチが当たった後になります。なんでさっきのね立ち回りの話の続きになります。パンチ版マッパハンチが当たった後って今ね割り込みさせてますけど、プレイヤー側がわずかに先に動けるのでしゃがみ系がね勝てるんですよ。でこのしゃがみ系を相手に意識させられれば相手はガード固めがちになると思うんで、しゃがみ系の代わりにいきなり崩しにいっちゃうなんていう使い方がね1個いいんじゃないのかなと思います。こんな感じで自分の中でなんか通りやすいポイントみたいなのを作るのがダンディステップおすすめですね。であとねここから攻めで使えるパーツ2つぐらいね紹介していきたいと思うんですけど、1個目がですね、この前に入れながらキックボタンで出る飛び上がってのかかと落としになります。この技ね飛び上がってますんで中段技です。しゃがみガードができません。で面白いのがタッチガードをした時でここね相手に割り込みさせますけど、これもねスレイヤー側が先に動けるんで続くこの行動がしゃがみピークとかがね勝てるようになってます。なんでここももしかしたらねダンディステップポイントかもしれないですね。でもう1個攻めでね面白いパーツがありまして、それがねこのねしゃがみ S なんですよ。相手引き寄せるんです。でこれ自体はガードされちゃうと反撃受けるぐらいには不利なんですけど、ガトリンコンビネーションで 8HS につなげられますんで、こんな感じでね大ダメージ奪えちゃうよ。でここもじゃあ相手がね 8HS 怖いなっつってガード固めるようになったらジオス宇宙が決まる、こんなね攻めの面白い読み合いのポイントになってます。スレイヤーねこんな感じで A っていう行動を意識させて B っていう行動を通す、もしくはその逆とかっていうやり取りが面白いキャラクターなので、自分でねガンガン駆け引きのポイントを作ると面白いと思います。最後はですね CPU 戦の模様をお届けしながらプレインプレッションお話ししていきます。本作のスレイヤーはですね格闘ゲームの醍醐味である駆け引き、これがね非常に楽しみやすいキャラクターだなって思いました。一発壁張り付きのパイルバンカーとか自己強化するジオス宇宙とかはパッと見でね強いポイントもいっぱいあるんですけれども、それらを決めるにはちょっと工夫がいると。でも技を組み合わせていくと相手の動き出し狙ってカウンターを取ってコンボでパイルバンカー決めたりとか、そのカウンターを意識したところに強引にジオス宇宙狙ったりとか、相手のね心理を読みながら駆け引きをしていくっていうのが非常に魅力的なキャラクターだと思います。でもう1個いいのがその駆け引き勝った時のご褒美が大きい、コンボダメージが高くて爽快感があったりとか、自己強化した後ね相手がカウンター取られたくないっていうので萎縮しちゃって俺強えって感じで動かせたりとかっていうご褒美がちゃんとあるのも魅力的です。で操作難易度が低くてその駆け引きに集中ができるっていうのもいいポイントだと思うので、ぜひ皆さんもね一度はスレイヤープレイしてみてください。今回のレビューは以上となります。どうもありがとうございました。諸行無常自己破産ダンディ Slayer wins